テクテク歩いて爆発してくれました。プリミティアプレイヤーエールです。今回は自走爆弾を作ってみようと思います。爆弾が自分で歩いて目標に近づけるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはなるだけコンパクトな4足歩行の仕組みを作ります。うまく4つの足を動かすには大量のベアリングが必要で、一つ一つのベアリングのサイズが結構大きいので、最小限のサイズでもこれくらいになってしまいます。基本的な構造はメカダービーというおもちゃを参考に前後の足をクロスさせて接続することで、一つのモーターを回すだけで4つの足が馬っぽく動くようになっています。こちらにバッテリーをつけると、激しく動いています。このまま地面に下ろして走らせてみると、最初は遅い動きでしたが、しばらくすると2本足で立って左に旋回するように動いています。左に動くのは左右のバランスが悪いせいだと思ったので、クロスさせている棒の長さを調整してまっすぐ進むようにしましょう。もう一度地面に下ろすと、あんまりスムーズに進みませんね。しばらく動くとひっくり返って動かなくなってしまいます。ひっくり返らずに進むように後ろ足にゴムを追加して、さらに木のガイドをつけてみました。こちらを動かしてみると、ダメですね。やはり動きが乱れてしまいます。そしてさっきと同じようにひっくり返ってしまいました。しょうがないので重心を後ろにして二足歩行で歩くようにしましょう。ついでにベアリングを利用して松ぼっくりがなくなると電源が入るようにしています。火をつけて発射するための仕組みですね。こちらを動かすと、バッテリーでバランスを取りながらちゃんと進んでくれています。とりあえず歩行部分はこれで OK として、こちらに爆弾を搭載していきましょう。すぐに引火する松ぼっくりに遅れて燃える木の導火線をつけることで、しばらく歩いた後、つけた火薬が爆発するようにしました。でも火薬が重すぎたのか、途中で転んでしまいます。なので火薬の重さを10キロに減らしましょう。このまま動かすとまだまだ動きがいまいちだったので、もっと安定して動くように調整していきましょう。火薬の貼り付け方やバッテリーの位置などを少しずつ変えていくことで、最初は少し乱れましたが、途中でとことこ歩きながら進んで爆発してくれました。この動きなら自走爆弾として問題なさそうです。でもこのままだと見た目が寂しいので、あまり重くなりすぎないように木材を使ってドクロっぽい顔をつけておきました。こちらに火をつけると、よし、このくらいの飾りなら問題なく動いてくれるみたいです。たまに引火しないこともありますが、ちゃんと点火して周りのものにダメージを与えてくれることもあるので、よしとしましょう。あとはこちらを火薬で少し遠くまで発射できるように発射用のパーツを追加していきます。でもなかなか重量があるので、火薬一つだけでは飛んでくれませんでした。そこで火薬と松ぼっくりを組み合わせて連続で爆発して進むようにしてみましょう。これならどうでしょうか。それなりに飛んでいきましたが、途中で転がってしまうので安定感はありませんね。この時はうまく歩きましたが、もっと安定するように火
改良していきましょう。とりあえず、手で持って発射できるようにしてみました。こちらを試してみると、ダメですね。爆発が途中で止まってしまいます。これでは歩き出すことができないので、今度は、草を重ねた羽をつけて、飛ばしてみましょう。こちらも効果がないですね。だったら、マグナム銃に使っていた、強力な火薬を使って飛ばすとどうでしょうか。それ、ダメでした。この重量だと、うまく飛ばすことができないことが分かったので、タイヤのついたフレームをつけて、フレームごと滑らせた後、フレームを脱ぎ捨てて、動くようにしましょう。ちゃんと滑りますが、綺麗に着地しないので、もっとバランスを調整していきます。古代の合金の重りを追加して、重心を安定させることね。よし。滑った後フレームを脱ぎ捨てて、歩いてくれました。しばらく歩いた後爆発して、木を破壊してくれます。今度はカメラの方に向かって発射してみましょう。うまくフレームを分離して、二足歩行の体勢を保ったまま、テクテク歩いて、爆発してくれました。これでようやく偽装爆弾の完成です。発射した後、少し止まってから歩き出すのが、自律兵器っぽくていい感じです。どこに行くかわからないので、実用性は低いですが、よしとしましょう。ではいつものように、大きな木から狙っていきます。歩いていく方向は、かなりばらつきがあるので、なかなか狙ったところで爆発してくれません。それでも、何度も繰り返して、試行回数で補うことで、よし木の一本を破壊したので OK です。続いて、並んだ小さな木を狙いますが、こちらもなかなか命中しません。ちょうどいいところに行かないんですよね。それでも何度も試していると、一本破壊できました。なぜか私の顔もバグってなくなっています。ドローン工場の壁の方は、威力不足で破壊することができませんでした。10キロの爆弾だけの攻撃で、鉄の刃を飛ばすわけではないので、しょうがないですね。それでは次は、こちらのザコケロの大群を狙って、攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、途中で爆発が止まったので、手動で火をつけて、しばらく待ちましょう。変な方向に爆弾が歩いていって、よし爆発してくれました。それでもザコケラは吹っ飛んでいるので、なかなかの効果範囲です。何も知らない敵に向かって、こっそり発射して、興味を持って追いかけてきたところを、吹き飛ばすという用途なら、使えないこともなさそうです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。赤スライムを食べると、導火線に引火して、偽装爆弾を発射することができます。この時は、ザコケラから引火した爆弾が、すぐに爆発してくれました。そのおかげで、なかなかの数を倒せています。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの板を火薬に貼り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速発射しましたが、やはり狙ったところに行きません。なので、ここはかなり接近した距離から、何度も繰り返し狙っていきましょう。なかなか倒せそうで倒せませんが、奇跡を信じて、発射を続けていると、やったー
57,943ダメージ。巨大スライムを倒しました。ガラスがうまく弾かれて、大ダメージを与えることができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた偽装爆弾さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉し